こんなとこまで。あら、落ちちゃった。おはようございます。おはようございます。仕事が私なんか半分できないの。真ん中にキャベツの漬物と左側に大根おろしがつきます。結構長いですか？私は長いです。長いですか？ 15歳の時からいるんで20年以上います。札幌市にも各店舗あるんで、発注とか、そういう作業とかしてから店舗に出てきます。店長さんを休ませるところで、僕はこうやって回りながら、各店チェックしがてら回ってってるっていうか、直営ではここ入れて3店舗なんですよね。鹿です。はい。北海道産の。僕の父の代から始まってて、で僕が3歳の時に始まったんで、38年になりますね。
方針を出さないだけでいいのかな。何名様ですか？奥の階段席どうぞ。鶏天定食です。こちらピーマンと鶏ももです。こちら鶏胸がお2つです。はい、どうぞ。お店でしか味わえない味、家でやってもやっぱこうはいかないので、やっぱこういうとこ来ないとなかなか味わえない。すごい美味しいです。豪華な定食の中に入っている渡りガニソフトシェルの天ぷらです。お願いします。ありがとうございます。
ちらカニ飯です。こちらアジです。ピーマンです。エビになります。どうぞ。じゃがいもと糸より大とナスビになります。日替わり定食、毎日中身が変わって日替わりの定食、6品と8品っていうのがあるんですけども、男性の方は8品、はい、定食が多いです。日替わりおすすめです。ございます。いらっしゃいませ。何名様ですか。どうぞ、カウンター席どうぞ。どうもありがとうございます。失礼いたします。お待たせいたしました。失礼いたします。卵です。はい、どうぞ。2つのイカ後からいきます。はい、出します。が魚板より大です。おすすめ定食イカです。です。おすすめ定食イカです。いいよいいよ。日替わり定食こっち2個。お二つ。はい。おすすめ定食。おすすめお二つ。はい。この卵卵お一つ。食べてみたい。初めて食べる。ありがとうございます。お願いします。はい。お父さんの歌飲みなよって。いいの？先にご飯もらった。天丼でもいいよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あじゃあカレー茶碗蒸ね。どうしようかな、今日欲しいなと思って。でもだ大根。お父さんのこと飲んだろう。今日もおすすめっていうの。熱いよ。すごい熱いから、これは売りだもんね。これがいいの。美味しい。でもね。いいタイミングの時間だったね。これ一つずつ持ってくる。まだ持ってくるんですよ。
となる。食べたことない。暑いから美味しいんだよね。今日は。歌すきっぱなにしようかなと思ってね。せっかくよくなって。私が運転できたらね。そうそう。決まりですか。決まりを決まりを4番以上でやる。桜エビのかき揚げ、この甘鯛、鱗付きの新鮮な甘鯛が手に入ったんで、これちょっと特製定食で。甘鯛です。お願いします。どうぞ。すいません。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。天気になります。動画の番組ぐらいしか聞いてないよ。
2つお願いします。はい、ありがとうございます。ホタテと単品鶏ももです。はい。魚揚げと、はい、豚肉です。はい、どうぞ。好きな天ぷらってあるんですか？やっぱりエビですかね。はい。ここら辺ってどういう街になるんですか？中心街から離れてる郊外なんですけど、住宅街なんで昔から地域密着で。出します。白豚ロースと舞茸です。失礼いたします。白鳥ささみです。ホタテです。はい、どうぞ。こちらのお店さんって何ですか？こちらのお店さんってよく来られるんですか？よく来ます。近所なんですよ。家が近くてよく来ます。天ぷらクラブさんの魅力的なところってどういったところですか？ご飯おかわり自由なあとやっぱり揚げたてがすぐ食べれるのと、美味しいんだよね。美味しい、すごい美味しい美味しいので子供たちも好きで、よく家族で来たりもします。ありがとうございます。厨房自体はもう40年ぐらいは使われてるものなので、鶏ガラオンリー、うちは、玉ねぎ、人参、生姜、にんにく、青ネギで昆布。
4升なんですけど、はいこれを15から多い時なら17とか18とか袋炊きます釜が4つあるんでこれで5升まで炊けますちなみにお米の銘柄とか7つ星ですたまにお客様で美味しかったってお声かけてくれる人もいるらしいですこんなんごめんとかってこちらは何になるんですか？チンジャオロースの肉なんです。幕の内弁当はおかずが何種類ぐらい入ってます？ 5、6種類入ります。全部作りますから。メインですとか、あと天ぷらですとか、和え物ですとか、いろんなもの。ネギでもう目が上から。こちら今詰めてる分がはい週替わり、そうです。大体何食分ぐらい？ 2種類なんですけど、35個です。これで大体何食分ぐらいですか？は160から170ぐらい。糸がきれいに切れます。こちらは今何を使われてますか？
ホイコーローです。牛ごぼうオクラ丼ですね。こちらが豚塩焼き丼の野菜炒め。弁当は1日で何食分ぐらい作られてますか？大体130食から140食ぐらい。日替わりの方がホット弁当って言って12時15分から販売する弁当です。週替わりで7種類があって、日替わりで1種類。サンマ塩焼きです。焼き目を入れるのにみりんを入れてるつけてるんです。焼き目が綺麗に出るんです。
ちのお客様、ありがとうございます。お店にはよく来られるんですか？月1回ぐらい、ここ来たら大体カツカレー作って安くて美味しいと思います。お待たせいたしました。醤油です。はい、どうぞ。ありがとうございました。お店にはよく来られるんですか？来る。月1、2回。夏時代来てたから、その名残で。はい、みそ。はい、お待たせいたしました。はい、大盛りです。ごめんなさいね、ありがとうございます。ちょうどです。はい、じゃあね。カリスマでございます。ありがとうございました。スペシャルいきます。84番のお客様、スペシャルラーメンです。ありがとうございます。いらっしゃいませ。特選です。はい、あったかいっていいのね。はい、あったかいです。はい。特選そば13番でお待ちのお客様。鍋焼きね、これ。熱いのいきますよ。はい、鍋焼きうどんのお客様。お願いします。はい、こちらでお待ちのお客様です。はい、ありがとうございます。どうぞ。はい、スペシャル98番のお客様です。お昼はここの食堂よく来られるんですか？はい、来ますね。どういうところが気に入ってとか？
この界隈では比較的価格が安い。美味しいですよ。大盛りお待たせいたしました。ありがとうございます。はい、だし巻きそばでございます。ありがとうございました。これが何味と何味？鮭と梅です。そばとラーメンと一緒に出ます。いらっしゃいませ。はい。エビかき揚げそばセットお待たせいたしました。ありがとうございます。料理のお味はいかがですか？美味しいですよ。美味しいです。また来たいです。よろしければどうぞ。いらっしゃいませ。はい、どうぞ。ありがとうございます。
カレーの1日分です。何キロ分ですか20キロだと思う。ツタが生えて歴史そう感じですねるんですけど、このツタはもうだいぶ昔からあるらしくて、建物自体はもう大家さんの話だと40年は経ってるんじゃないかなっていう話でしたね。試行錯誤してる間にこうやってどんどんメニューが増えていって、この厨房ではなかなか動くのが大変だっていうぐらいのメニューになっちゃったんですよ。嗅いでないことに多分なってないけど、ナポカツスペシャルが一番ですね。ナポリタンの上にカツとチーズ乗ってます。その次に来るっていうとやっぱりスパカツミートですかね。ミートソーススパゲティの上にカツが乗ってることですね。本当に若い方からご高齢の方まで男女問わずですね、うちは。私少ないのが嫌なんですよ。なんかあと一口食べたかったなって思う時あるじゃないですか、外食してて。その店を出た時になんか食べたいなって思う時ってあるじゃないですか。そういうのがあんまり好きじゃないので苦しいぐらい。ペラペラは嫌なので、かといってあまり厚すぎても麺でただですらボリュームあるので、だいたいこれぐらいの。スタートの数枚だけ衣つけちゃいます。スタートにバタバタしちゃうので、あとは随時5枚ずつぐらいつけて待機します。うちはすごい薄めにつけます。ナポリタン自体がこってりなので、あまりにも衣が厚いとそこに油またすごく吸うじゃないですか。階段なんてこれもうちが作った。いいですね。こっちの方が食べやすいんだよね。北海道代表にはなったんですけど、全国大会は優勝できませんでした。よいしょ。今日も上結構あったんですか。あ、そうだ、上あったんだわ。すごい。今だよ。テーブルカンカンカン出てきますよ。ナポカツ大盛り。はい、ありがとうございます。大盛りです。はい。いらっしゃいませ。
はい。いきます。いいですよ。そのままでさやかを話を。ナポカツです。後ほどお気をつけください。2回行きます。はい。普通盛りのナポカツです。はい、どうぞ。姫さん。ナポカツとプリンが絶対食べれる。結構来られるんですか、こちらの店。初めて来たんですよ。他のテレビで見て来たんですけど、予想以上に美味しかったです。今日は大盛り頼まれた。ボリューム感とかいかがですか。頑張って食べきります。プリンどうぞ。プリンどうぞ。鉄板もらいますね。プリンがすぐ売り切れますよ。プリンがなぜか人気なんですよね。硬いプリンなんで。はい、またお待ちしてます。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。お待たせしました。スパカツミートです。跳ねないように気をつけてくださいね。タバコありますか。B ですか。B ですね。めっちゃローランで見えないんですよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。スパカツミートです。お味の方っていかがですか。お味は美味しいです。札幌でスパカツやってみることやっぱ限られてるんで、あとボリュームありますし、鉄板でたまにカリカリな部分もある。常にあったかいところが美味しいですね。美味しいです。美味しいです。美味しい。美味しい。美味しいです。美味しいですね。今日は何を召し上がられたんですか。ナポカツだ。ボリュームもあるし、カツも美味しいですし、柔らかかったですし、スパゲティも美味しくいただきました。はい。
はい、行きます。お待たせしました。チーズ煮オムライスです。はい、1個ずついきます。はい、失礼します。空いたサラダのカップされます。ちょっと待って大丈夫ですか。お水をちょっとかけてもらっていいですか。はい。もうちょっとで来ます。お待たせします。間いいですか。足入れて。ごめんなさい。はい、ありがとうございます。はい。シャツ跳ねないように気をつけてくださいね。はい。じゃあナポカツスペシャル。あ、ボリュームありましたね。うん。味美味しいです。有名で聞いてたんで、初めて来ました。今日は。普通盛りで 300g 300g。300超えするときもあります。いらっしゃいませ。肘いかれるんですよね。本当に。フライパン振るときが結構な重さ感じるんですよね。渡しました。まず1個。お会計ですね。少々お待ちください。また来ます。お待ちしております。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。でも道東行くと結構こういうのある。ポークチャップです。お待たせしました。昼の営業だけで2時間ぐらいで30人以上、2、3回転します。はい。お待たせしました。おかつです。熱いので気をつけてください。まためっちゃ恥ずかしい。まあこういうパターンもあります。また。シェフ。間違いなくナポカツナポリタンが一番出ますね。
パーツなので気をつけてください。ありがとうございます。今日初めて行ったんですけど、動画とか見て美味しそうだなと思って一度来てみたいと思って来ました。大変お待たせしました。はい、どうぞ。お会計こちらでお願いします。じゃあどうです。ありがとうございます。焼きチーミーです。器熱いので気をつけてください。はい、お待たせしました。スパカツミートです。鉄板気をつけてください。どうぞ。うちが開店する前にいろいろ試行錯誤で40キロぐらいいろんな麺を仕入れて、もういろんな太さで作ったんですけど、やっぱり 2.1 が一番しっくりきました。一番これがパスタっていうくくりじゃないんです。イメージ的にスパゲティ、昔の喫茶店が出してたようなねっとりとしたナポリタンを目指して作ってます。このご時世これだけ物価が上がって値上がりして結構もうきつい状況なんですよ。飲食店はどこもそうだと思うんです。生き残れるように頑張る。それにはやっぱり手抜きは絶対にしないこと、素材の質を下げない仕入れを心がけてます。潰れないように頑張ります。はい。こちらは何が入ってるんですか？これげんこつと魚かな。スープは基本げんこつ取ってからそうか、この魚すごい真っ黒ですね。ここが下の色がっつり。この黒い塊が実際炊いた油とかお肉とかさの焦げ炭になるんで、こうやって何時間ぐらい炊くんですか？ものによるかな。4時間で終わるやつもいれば、8時間やってもダメなやつもいれば、10時間やらなきゃいけないやつもいれば、そんなバラバラなの？一生終わんないやつもいるし、色がつかないやつもいるし、やってみないと分かんない。これは何時間っていうのはないですね。
こで3回圧縮するんですよ。帯状にして、その後そっちのローラーの方行って徐々に薄く伸ばして。これを何回ぐらい繰り返すんですか？今日はこの2つやるんで4回、このロールが4つでいいんです。すごい濃い醤油の香りが。チャーシュー煮るだけのための。これ何キロ？今日は120かな。まだこれで半分だから。今日は少ないでしょ、120だから。多い時だと一応180までには収めたい。200になっちゃう時とかもあるけど。チャーシューはこちらで2店舗分。そう1週間も出せる分を作っていく。つけて置いとかなきゃいけないから、普通チャーシューって切ったらタッパーにつくでしょ。うちは切ったらこのためにつけ込むから。八屋の中華そばってどんな味ですか？初めて食べた時は小学生ぐらいの頃だったんですけど、魚臭くてなんだろうこの味って最初思って、また食べたいと思わなかったんですよ。ここに縁があって働かせてもらうことになって食べた時に懐かしいと思ったんですよ。昔ダメだったのになんだろうこの感じと思って、それからすごく食べたくなる味で、ダメな人はダメ、好きな人はとことん好きみたいな、好き嫌いがはっきりするっていうんですかね。焦がしラードが特にこうやっぱり焦げ臭いのがダメな人は多分ダメでしょうし、刺さる人には刺さるみたいな感じだと思いますけどね。ちょうど2年ぐらい前かな、横浜のラーメン博物館に出張行ってたんですよ。その時にはやっぱり食べれないってお客さんいましたね。よく来てた方とかは3週間いたうちに15日間ぐらい来てくれたりとか、この人はもう昔から来てたみたいで。ラーメン博物館にも出展されてる。一緒だよ、10年ね。まあ正確には9年と10ヶ月ぐらいなんだけど、 SNS で炎上したのもあるけどさ、ガソリン臭いとかさ、あんなのもう20年も前から言われてるよ。いろんなこと言われてるから、そういう捉え方する人もいるんだなって勉強。みんなに伝わるのが一番いいんだけど、逆に何年経ってもさ、昔横浜で食べたけど八谷ダメだったとかさ、博物館やめてうちもう20年経つんだよ。でもうちの嫌いなのに覚えてるわけでしょ、みんな。好きじゃん、覚えてんだもんって思ってる。店としては勝ちだよね。認知されるのに覚えててくれるっていうのは嬉しいじゃない。味なんてそんな好みあるんだからさ、みんながみんな好きなものなんか絶対無理なんだから、良くも悪くも覚えててくれるっていうのが幸せよ。一番最初小学校の時に博物館が誘致に来てくれたのよ。その時人がいないし断ってんだよね。朝日から閉めていくわけにもいかんでしょ。まだオープン前だよね。だから92年とか3年じゃない。俺が高校卒業する前の年3年生の夏前かなにもう一回来てくれたのよ。その時にうちの親が行きたいって言うから、じゃあ俺手伝うよって言って結局入ったの。博物館辞めた時にその後いろいろ広島行ったり東京で大正圏でもいたんだよね。4年ぐらいいたのかな。うちのじいちゃんが東京オリンピックの年に一番最初のね、東京で事故ったのよ。で記憶喪失になって結局うちのラーメンのレシピも分かんないわけよ。今の社長が中2だか中3だから、そっくらい大変だったみたいよ。じゃあ一回そこで味がリセットされてる。そう思う。それも分かんないわけ。灰節が入ってたらしい昔ね。数年に1回、うち12月8日だから創業は。その時に23日かな、まあ、取れるだけこっちでも売るんだわ。じいちゃん記憶喪失になって、うちのばあちゃん
とバーツの兄弟がやってたんだけど、その時にいろいろ変わってきたんじゃない？このラーメンが好きで働き出して、もう何年も前から好きなんですか？そうそうそう、旭川来たのが20歳ぐらいの時だから、25歳ぐらいからここ来てたかな、食べにね。よし、お願いします。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。食券の方お願いします。2つです。濃いめです。幸せ。いらっしゃいませ。食券の方お願いします。71通してください。そのまま1名71通してください。
2つあります。勝負はい、勝負2つ。はいお店は本日初めて来られたんですか？かなり来てる。数十回は来てるよね。大好き。そうだよね。ありがとうございます。またよろしくお願いします。丼出しました。はい。ありがとうございます。いらっしゃいませ。結構黒くて結構びっくりしたんですけど、初めて食べた独特な感じのスープかな。美味しいです。はい、お待たせしました。醤油、油普通ですね。ありがとうございます。いらっしゃいませ。夏です。限定中あります。いらっしゃいませ。出てるよ。油2つ濃いので。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。出ました。磯一。はい。いらっしゃいませ。お店にはよく来られるんですか？そうですね。鹿児島からのお客さん初めて食べられたんですか？初めてです。はい、美味しいです。結構独特じゃないですか。見た感じはこってりそうだけど、他にない味っていうか、そこがいいところ。い
味噌1今日 OK です。いらっしゃいませ。ございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。大盛り濃い。はい。いらっしゃいませ。ありがとうございます。今日はどうしてお店に来られたんですか？九州から来てるので、来たら必ず来るので、いつも連れてきてもらってます。もともとお二人ともなんか旭川ご出身。親戚いとこ同士。あ、いとこ同士ですか。あー、年に3、4回は来るんですけど、ラーメン大好きだから必ず絶対食べられないので。戻った時に必ず来ます。匂いも違うし、魚の香ばしい感じも大好きだし、焦げた油の感じも好きです。熊本にもあるんですけど、鼻に入ってくる香りが全然違う。これを食べたら元気かなっていう気がします。ありがとうございます。お願いします。白ネギです。はい。ゆっくりどうぞ。ありがとうございます。豚飯です。